ハムスターを設置しますよ。だから人力発電な、人力発電。前回、マックス隊員が処刑された部屋ね。処刑ちゃんは、村長はマックス隊員かな。あんなフルスロットル、誰もついていけねえって。ゆでサバチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。さて今回は、火星バイオームへの突入準備です。突入対象は左側の空間だな。事前準備として、吸気ポンプ、気体フィルタ、気体コンテナ、電源の設置が必要です。吸気ポンプで吸った気体を気体フィルタに通す。フィルタでは1台につき1種類の気体を分岐できます。今回は塩素と水素を吸いたいので、2台設置する。1台目から分岐した気体はそのままタンクへ。排出した気体はパイプで2台目のフィルタに送る。そこで2種類目の気体を分岐させ、やはりタンクへ。そしてそれらを電線で繋ぎ、バッテリーと発電機を用意します。やること多すぎ。もっとこう、ガッと吸い取る手段はないものか。そんなのあれば苦労しないわ。この辺が苦痛に感じるようだとこのゲームは向いてないと思います。一応、もしかしたらパフを放てば塩素はいけるかも。理論上だな。パフ族は塩素を吸い込むと漂白石という塩素を噴出する石を排出する。とはいえ吸気量以上には排出しないからいつかはゼロ気圧になると思うけど、ウィキによれば、吸気量の 10% を排出するそうです。そして1サイクルでの食事量が30キロ。このゲームの1マスはおよそ1トンだから、だいたい30サイクルで1マスを除去できるかな。気が遠くなる。勘違いしがちだけど、ドレッコって水素を消費はしないのよね。そうだな、水素の中を通過すれば育毛の条件を満たす、って感じかな。吸い込んでたら野生のドレッコはゼロ気圧で餓死するのか。恐ろしい、想像もしたくないな。ちなみに電源はこの掘削地点にハムスターを用意します。人力発電な、人力発電。初見の視聴者様が混乱するだろ。人力発電は今回のように、恒久的に発電を必要としない場合に有効ね。メインの発電ラインから引っ張ってくるより早いからな。うまく使い分けたいところね。嫌な奴がいるな。モーブね。2023年現在のバージョンでは単なる害獣だな。特に害はないけれど、汚染酸素を排出するわ。酸素を供給してくれる存在と見えなくはないけど、他のリソースで十分賄えるから不要なんだよな。いずれ敵対に設定されるんじゃないかしらね。この子は産卵しないので増えません。育成して酸素の供給源にはできないわけね。育成の手間をかけるくらいなら汚染水を放置した方が手間がかからないしな。しかしこの子、割と不思議よね。何のために設定されてるんだろう。DLC での発展用の起点とか？なるほど、それならありそうね。ポンプの設置を指示してみた。大掛かりね。しかも実際にもこんな感じなんでしょうけど。現実ならポンプに防塵フィルタとか色々手間がいるんだろうけど。埃を吸って故障とか手に負えないわね。やりたくねえ。フィルタはここになんかうまい具合に配置できないか試します。あとは酸素の供給源と、実際の配管作業だな。これがまた手間がかかるんだ。隊員たちの苦労をねぎらいたいな。娯楽か芸術の研究をしておきましょうか。良いな、それ。そしてこちらが気体コンテナです。とりあえず塩素2台、水素1台で用意してみました。足りなければその下の空間に追加します。火星バイオームの空間はどうしようかね。当分、放置で良いんじゃないの？鉄とか元か素材の確保が狙いなわけだし。そうしよっか。ハムスターを設置しますよ。だから人力発電な、人力発電。バッテリーは3台くらいで良いかな。本当は稼働させる電力に応じて計算すべきなんですがフィーリングでやっておきます。新規参入の隊員たちの足腰強化も兼ねております。なんというの大きい頃に。さていよいよ突入準備も大詰め。コンテナは3台完成済みね。フィルタも1台設置完了か。酸素散布の用意もよし。あとは配管の取り回ししながら残りの設計だな。それが終わればいよいよ突入ね。長かった。ポンプや酸素散布機にはスイッチをつけて、節電しております。このゲーム、施設を移動できないのって地味に来るわよね。そうだな、軽い施設は移動可能だと助かるね。現在だと壊して作り直しだからね。吸気ポンプなんかは移動できたら相当、攻略の助けになるんだけどな。そういうモッドないかな。ワークショップをざっと見たけどなかったわ。そっか、残念。そういえば公園を設置してたんだった。前回、マックス隊員が処刑された部屋ね。処刑ちゃんは、公園は式の上昇効果があるので、移動経路に設置すると効果的らしいです。条件は天然の植物が2つあること。この部屋の両側のドアは開けっぱなしに指定してあります。移動の際の時間短縮だな。ていうか今、気づいたけど公園の上位版、自然保護区の条件を満たしてるじゃん。あれ、ほんとだ、自然保護区になってた。通りで式上昇値が高いと思った。プラス6じゃん。だったら部屋のサイズ広げられるな。公園が64マス、保護区が120マスだから。移動経路を取り込めるなら広げておきましょう。スカシャインバグ選手が随分増えてるな。餌もないのに増えるわよね。不思議生物。まあ可愛いから良いけど。以前、飼育したことあるけど手間の割にリターンが少なかったわ。得られるものが少ないもんな。こうして寝室以外のコロニーに放し飼いが一番良さそうだ。飼育の話題ついでですがハッチの飼育環境を整えてます。完成したらお披露目します。拉致が開かないので優先度を高めて作業してもらいます。隊員の皆さん、お願いします。おう、
みんなで作業してる。これに限るわ、やっぱり。それぞれに万能道具を変形させつつ作業してるな。異世界のんびり農家の世界だったのか。村長はマックス隊員かな。あんなフルスロットル、誰もついていけねえって。この作業が終わればいよいよ突入だ。今回の放送で突入できそうね。視聴者様をかなりお待たせしたから、そうありたいところだ。全然、やっきれないかな。吸気ポンプが 240W、フィルタ2台で 240W、酸素3機が 120W。今の電線の電力限界が 1000W だから、ポンプを3台稼働させなければいける計算ね。そのためにスイッチもつけてある。大丈夫だろう。あ、シャインバブ選手が手元を照らしてくれてる。作業効率が上がるわ。ありがとうシャインバブ選手。さあ用意が整ったので突入するぞ。待て待て。入り口のドアを自動閉鎖にしないと。早く。すっかり興奮してるし。マリー隊員が自動化設定を切り替えてくれてる。突入したら壁を破壊して施設を稼働させて。そうだ。視聴者様から先日コメントを頂戴したのですが、その中でドレッコを自然環境下で勝手に繁殖させる、というアイデアを頂戴しました。チャンネル主の知らない攻略法で大変驚きました。その辺も踏まえたいので、天然の植生はできるだけ掘らずに進めます。また自然保護区も指定したいので、なおさらです。視聴者様、貴重なご指摘、ありがとうございました。さあ突入だ。壁を破壊すればあとはスイッチを入れるだけね。これで金属資源と水素、塩素が利用できるな。火星バイオームには鉄鉱石があるので積極的に利用したいところです。序盤の貴重な金属だからな。水素は発電とドレッコの飼育に使うとして。問題は塩素ね。ヘドロバイオームに充填はまずいし。食中毒菌の除染に使うくらいかな。漂白石なら消毒端末で利用できるんだけどね。パップリンスに石にしてもらおうかな。次の目標はヘドロバイオームかしらね。そうかも。視聴者様も気にせずぶち抜くっておっしゃってたし。こちらも情報ありがとうございます。機体の流れも見ておきましょう。換気レイヤーで見ればこの通り。緑が塩素、ピンクが水素です。想定通りに流れてるわね。よかった。たまに排出口つけないと詰まることがあるんだよな。あれもサンドボックス案件かしらね。検証動画も作らないとな。さて、順調に吸気が進んでいるようだ。これは塩素ガス噴出口。まずいわね。裏でのプレイでこれを活用しようとしてコロニーが崩壊したことがあるのです。あの時は塩素タンクの補充と配管を優先したせいで、水、食料、酸素の資源が枯渇したんだよな。さらに居住区まで塩素が入り込んで大変なことに。見なかったことにしよう。意味ないでしょ。よりによって進行ルート上じゃないか。どうせなら天然ガス間欠泉であって欲しかった。最後にハッチの捕獲と一連の施設をご紹介します。拉致じゃなくてやめんか。ハッチに対して網掛けを指示すると、隊員がぐるぐる巻きにしてくれます。スマッとも言うな。そっちこそやめんか。今回はマックス隊員が来てくれた。このように縛られた生物は次に厩舎へ運ばれます。マックス隊員が乱暴に袋詰めします。そしてマックス走る。たどり着くのはここ、新設した厩舎。ここに解放ポイントを指定してあるので、ハッチがここで解放されます。陸上生物は基本、こんな感じです。はじめは野生扱いなんですが、お手入れを繰り返すと飼いならし状態になります。お手入れはこの左側のお手入れ端末で実行されます。早速マックス隊員がお手入れしてくれる模様。歯を磨いたり毛を吸いたりしてますな。最後に謎の香水を吹きかけて完了。これを繰り返すので、序盤に畜産を始めると結構、人手を取られます。ドレッコとか早めに欲しいのは事実なんだけどね。多分この辺は何サイクル頃が最適って数値が出せると思います。大体、100サイクル頃じゃないかと思うわ。何回もトライアンドエラーするしかないね。何事もそういうゲームだからね。実況に向かない気はしてます。よし、今回は大きな進展もあったし、動画締めよう。はいよ、本日の動画は以上になります。もしよろしければ評価、チャンネル登録などしていただけますとチャンネル主が大変に喜びますのでどうぞお願いいたします。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。